こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは、欲しいとたい。欲しいとたいは、両方とも自分の気持ちとか、話をしている人の気持ちを表現するときに使います。例えば、私は水が欲しい。私は主語。主語の私なので、話をしている人。欲しいは、これは一形容詞。欲しいで終わってるので、一形容詞。一形容詞と、ここが名詞になります。なので、名詞に、がをつけて、プラス、欲しい。ここがポイントになります。名詞にがをつける。そして欲しい。水が欲しい。がを使います。欲しいの時は基本がを使います。では、たいの時は例えば、これは上と一緒。主語ですよね。ここはおを使います。そして、飲みたいの飲みは動詞。飲みますのますを取ったのみだけ。これは、例えば、飲みます。ます系のますを取った形にたいをつけます。ここ、お。基本、おです。基本はお。なので、ここは、ただの動詞ではなくて、ます系にしてみて、さらにそれを取った形に、たいをつけます。これはどちらも自分の気持ちとか、話をしている人。今私話してます。なので、私の気持ちを表現するとき、表すときに使います。二つ。何が違うのというと、欲しいの方は、この水が、こいつ、水は飲むための水？それとも、花にあげるための水？花にやる水。水に見えないの。花にある水？それとも、ペットにある水？ペットの水？いろんな水のことが言えます。もう水自体が欲しいんです。私は水自体が欲しいんです。こっちは、この水は飲むための水です。だって飲みたいんだもん。飲むための水。飲みたいという動作を表しています。こっちは飲みたいのか、ペットにあげるのか、花にやるのか、花にお水をあげるのか、ペットにお水をあげるのか。何をしたい水なのかはわからない。こっちは自分が飲みたいとき、飲みたいというときに使います。いいですか？欲しいとたいの使い分け、イメージできましたか？じゃあ、もう少し複雑になります。ここの飲みたいのを
おはがになるときもあります。私は水が飲みたいという表現もできます。頭整理しながら聞いてくださいね。ここがおではなくて、がになるパターンもあります。この時も飲みたい動詞プラスたい動詞のマス形を取った形プラスたいを使います。同じ。ただ、おとが入れ替わっただけ。だけど、表現するニュアンスが変わります。おの方は、動詞の何をしたいのかということに注目します。何をしたいのか。水を飲みたいのか。水をかけたいのか。水をまきたいのか。何をするか。こっちのおは何をするか。何をしたいのか。何をしたいのか。したいのか。何をしたいのかという動作の方に重点を置きます。じゃあ、がは、これは何が飲みたいのか、水なのか、お湯なのか、お酒なのか、ビールなのか、何が飲みたいのかに重点を置く言い方になります。何を飲みたいの？飲みたいということは分かりました。飲みたいのは分かったんだけど、一体何を飲みたいのか。その何を、水なのか、ビールなのか、お酒なのか、日本酒なのか、ワインなのかをはっきりさせるためのがになります。なので、タイの方は2通りの使い方ができます。このがどんな時に使うのか、有効的な使い方をちょっと内緒でお知らせします。例えば、職場の上司に今日お酒飲みに行こうよって誘われることもあると思います。あと、年上の人、普段お世話になっている年上の人、今日お酒でも飲みに行こうと誘われることがあると思います。お店に入って、何飲むって聞かれたときに、このがを使ってください。ビールが飲みたいですとか、ワインが飲みたいですのように、自分が飲みたいものを言うとき、がを使って言うと、その場を楽しんでいるという意味が含まれます。意味わかりますか？いやいや上司とお酒を飲んでいるのではなく、自分も楽しんでますよ。このお酒を飲んでいる場所を楽しんでますよというアピールになります。そうアピールすることによって、上司の人は年上の人も、誘ってよかったなって思ってくれます。結婚していない女性、気になってる人からデートを誘われたとき、夕飯でも行こうよって誘われたとき、がを使ってください。何食べたい？何飲む？って聞かれたとき、がを使って、私、お魚が食べたいです。私、お肉が食べたいです。私、ワインが飲みたいです。がを使って言うと、その場を楽しんでいるという意味がプラスされますので、誘った男性は、誘ってよかったなって思ってくれます。がを有効的に使ってください。最近の傾向では、欲しいの方におを使う人がいます。基本的にはおは使いません。あと数年したら欲しいの方のおもスタンダードな形になるかもしれません。ただし、今はまだがを使います。試験を受ける方は、ここは必ずが、名詞とが、名詞が欲しいで覚えてください。こっちはおでもがでもどちらでも OK です。ここまでいいですか？では、欲しいとたいは
基本的に一人称、私の気持ちを言うときだけに使います。これを三人称で言う場合は、例えば、まやさんのお家にはテレビがないんですね。なのでテレビが欲しい。まやさんのお家にはテレビがないので、テレビを見たい。見ることができないんですね。なので、テレビを見たい。まやさんの誕生日プレゼントについて相談されました。まやさんは誕生日のプレゼントは何が欲しいかな？誕生日のプレゼントを買ってあげたいんだけど何がいいかな？と相談されました。私はまやさんではないので、まやさんの気持ちを言うとき、言い方が4つあります。欲しがって、欲しがってました。ますか。ますでしょうか。欲しがってますよ。という言い方。それと、何がしたいのかなって聞かれたとき。見たがって。いがなくなって欲しがって。がってます。見たがってます。という言い方もあります。がってます。その他に、そうです。らしいです。と言ってます。という使い方もできます。テレビが欲しいそうです。テレビが欲しいらしいです。テレビが欲しいと言ってます。これは欲しいをそのまま持ってこれるので、便利な使い方だと思います。さらに、このそうですとからしいですと言ってます。というのはちょっと丁寧な言い方になるので、この言い方を使うといいと思います。まやさんはテレビを見たい。そうです。見たいらしいです。見たいと言ってます。これも見たいの後ろにつけるだけなので、使いやすい言葉になります。これは覚えておいてください。これは引用とか伝文といって、前回のつもりですとか思っていますの時に少し出てきました。思っていますとかつもりですも自分の気持ちを伝える方法になるので仲間ですよね。で、三人称で使うときは引用そのまま持ってきてと言っていました。と言ってます。と言ってます。これを使って誰かの話をすることができるよというお話でした。これも同じです。と言ってます。この使い方についてはまた別の動画でやります。こういう言い方があるということを覚えておいてください。欲しいとたいについて一つ注意点があります。例えば、英語で言うところの Would you like a cup of tea? これは日本語に直すと紅茶を飲みたいですかという日本語訳になります。これをそのまま使ってしまうととっても失礼な言い方になります。なので、紅茶を飲みたいですかは、紅茶はいかがですかという聞き方をしてください。こちらの方が丁寧な言い方になります。こっちは絶対ダメです。欲しいも、たいも活用します。欲しいも、たいも、今欲しい、今したいことを表現するときに使います。これが過去の話になる。過去の話。欲しいは、欲しかったになるし、たいは、た、かった
飲みたかった。見たかった。例えば、期間限定のビール。発売期間が決まっているビール。それを過ぎて知ってしまったら、飲みたかった。となります。どちらも、意をとって買ったをつけてください。じゃあ、否定の場合。否定。欲しくない。ここは苦になります。たくない。見たくない。飲みたくない。これは過去。これは否定。じゃあ、過去の否定は？過去否定は？欲しくなかった。こっちが、たくなかった。私はチーズが食べれません。でも、料理にチーズが入ってました。チーズは食べたくなかった。食べたくなかった。たくなかった。こっちも欲しくなかった。チーズは欲しくなかった。使いながら覚えていってください。最後、前回やったつもりだ。思います。そして今回の対。自分が動作をすることについての表現。飲みたい。飲むつもりだ。飲もうと思った。これってどうやって使い分けたらいいんでしょう。例えば私は旅行へ行こうと思う。これは今思いついたところ。今現在、ちょっと思いついちゃった。旅行へ行こうと思う。頭の中でちょっと想像してるぐらいの気持ち。これが少し上がると、行くつもりだ。ちょっと旅行に行きたい気分もりもりだよ。となってきたときは行くつもりだ。そして、今日のもっと気分が盛り上がる。気持ちが盛り上がったとき。行きたい絶対行きたいぐらいの気持ちが盛り上がったときは、タイを使う。これは、自分の気持ちの度合い。どれぐらい気持ちを持っているかという度合いで使い分けていくといいと思います。移行形と今回の対は合わせて覚えてください。文法の方は例文が少し少なくなってしまうので、説明ばっかりで少なくなっちゃうので、例文をもっと見たいよという方は、フレーズの方で少しずつ出していきますので、フレーズの方も見てください。今日はここまで。またね。